源氏物語イラスト役の愛です。この動画では古文速読トレーニングのやり方をお伝えしています。イラスト訳本編では原文と現代語訳が流れますので、一語一語照らし合わせて内容を確認し、その後に浮き出るイラスト訳で状況をイメージします。はじめは古語や文法もわからず、流し読みする感じかもしれませんが、そのうちに何度も出てくる重要古語や文法事項が頭に入ってくると思います。現代語訳が出てくる前に大まかな訳が浮かぶように、イラスト訳が出てくる前にイメージが湧くように、そこまで解釈できるようになれば古文速読の達人です。イラスト訳はどこからでもいいので、何度も見てトレーニングをしていきましょう。また後半では今回出てきた文法事項や古文常識などを解説していますので、最後までご視聴していただけるととても嬉しいです。それではイラスト訳本編のスタートです。第3条うつせみの第5話です。光源氏はうつせみに夜ばいをかけ一夜を過ごします。しかし彼女は人妻であり、それ以降は彼の求愛を拒み続けます。源氏は彼女に振られたのが決まり悪く、弟の小君を使って再度機会を図ろうと木の神の屋敷に忍び込みます。源氏はうつせみが西の御方と碁を打っていると聞き、その姿を一目見たく、すだれの隙間から垣間見ようとしました。今回は西の御方、軒場の荻の光源氏から見た描写です。では行ってみましょう。何にかあらん表に来て、頭つき細やかに小さき人の、物気なき姿ぞしたる。顔などは差し向かいたらん人などにも、わざと見うまじゅうもてなしたり、手つきやせやせにて、糸を引き隠したんめり、今一人は東向きにて、残るところなく見う。白きらの一重重ね、二愛の小内気立つものないがしろにきなして、紅の腰引きゆえる際まで胸あらわに、暴族なるもてなしなり、糸白うおかしげに、つぶつぶと超えて、そそろかなる人の、頭つき額つき物鮮やかに、
まみ、口つき、糸愛用好き。華やかなる形なり。髪は糸ふさやかにて、長くはあらねど。下がり場、肩のほど、清げに。すべて糸、ねじけたるところなく。おかしげなる人と見えたり。むべこそ、親の世になくは思うらめと。おかしくいたもう。心地ぞ、なお、静かなる木を添えばや、と。ふと見ゆる。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要古語はこちらです。また、文法事項はこちらです。今回は光源氏から見たのきばの荻の描写が中心でしたね。このような垣間見の場面は王朝文学ではよく出てくるので、今回は平安時代の男性から見た女性の見え方についてまとめてみたいと思います。まず、形や姿という表現が出てきましたが、姿とは体つきや身なりといった全体的な姿を表し、形とは顔立ち、容貌のことを表します。まず、光源氏の目に留まったのは、のきばの荻の身なりです。それは、白き重ねに二重の小内着という重ね着姿。らというのは、薄物の人へのことで夏によく着られるものだったようです。その上に、藍色の上着を無造作に羽織っていました。ないがしろなり、豪族なりという描写が出てきましたが、のきばの荻が胸元まで見えるだらしない格好をしているということです。天代の品定めの様の神の話でもありましたが、こういう不死だらな女性は汁だるな女として本命にはなり得ないようです。次に、光源氏の目に留まったのは、のきばの荻の体つきでした。白をおかしげに、つまり色白で、つぶつぶと肥えて、などと表現されています。平安時代は男が夜暗いうちだけ女の元を訪れるという通い婚。薄暗い中でも透き通って見える肌、そして程よい抱き心地。お菓子というプラスのイメージの形容がされているので、光源氏は彼女の死体にとても魅力を感じているようですね。さらに、そぞろかなりという背の高さが客観的に提示され、頭つき、額つきがとても鮮やかで、まみ、口つきがとても可愛らしく、全体的に華やかな容貌であると光源氏は評価していますね。そして髪の毛の描写です。彼女の髪はそれほど長くないようです。現代では髪が短くても顔やスタイルが良ければ美人ですよね。ところが平安時代では髪の毛の長さは美人の重要な要素だったんです。先ほどのぽっちゃりの印象と同じで、髪もふさふさとして豊かであればイコール抱き心地も良いということでしょう。
また、日本の平安時代だけでなく、昔はどの国でも神には霊力が宿ると信じられていたようです。彼女の髪は決して長くなかったけれど、とてもふさふさとして、特にねじれたような癖もなく、光源氏にはとても清らかに見えたのですね。最初に挙げた身なりのだらしなささえなければ、とてもいい女だったというわけですが、総じて言うと、ひどく痩せているうつせみよりも、つつましさが足りないというわけです。さあ、光源氏から見た女性分析、いかがでしたか？形や姿も魅力ですが、性格の現れる仕草などにもすごく惹かれているようですね。さあ、今回も第3条うつせみからのイラスト役でした。第1条桐壺、第2条母木および天代の品定めの再生リストについては、説明欄のリンクに貼っておきましたので、合わせてご覧になってくださいね。ブログの方も毎日更新をしています。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。